さん、こんにちは。マリサだぜ。レイムです。今回は鳥獣パート1に関して紹介していくぜ。鳥獣って何なの？ウルトラマンエースで主に登場し、他にも太郎やメビウスにも登場している、怪獣を超える力を持つ生物のことなんだぜ。ってことは、かなり強い奴らってことね。そうなんだ。怪獣を超えるものという位置づけになるから、単なる怪獣たちより強い設定なんだ。見た目もゴテゴテした派手なやつが多いのが特徴なんだぜ。派手な子大好きよ。楽しみね。それじゃあ、早速紹介していくぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。まず、鳥獣に関して補足説明していくぜ。もともと鳥獣は、異次元人やプールが地球上の生物と宇宙怪獣を鳥獣製造機で融合させて作ったもの、という位置づけだったんだ。だが、超等刺激伝ではもっと詳しく説明されていて、ヤプール次元の過酷な環境で生きていくための生態強化技術が発達。それが軍事転用されたものが鳥獣と語られているんだぜ。融合、合成、ロマンたっぷりね。手を叩いたら鳥獣できそうよね。鳥獣は地球の生き物以外でも合成できて、宇宙人が鳥獣に変化させられた例もあったりするんだぜ。ちなみに、暗黒四天王を鳥獣に改造することもできるみたいだぜ。暗黒四天王を？ヤプールの技術力はすごいわね。鳥獣って、ウルトラマンエース以外にも出てくるのよね？ウルトラマンエースにはかなり登場するんだが、それ以外のウルトラマン作品でも出てるんだぜ。鳥獣が作った鳥獣とか、ヤプールと関係のなさそうな宇宙人が変化した鳥獣とかな。まあ、エースが本格的に地球防衛していた頃の鳥獣が特に、鳥獣と刺されることが多いんだぜ。なるほどね。鳥獣の定義がなかなか、複雑なのね。そうだな。一応今の設定上では巨大ヤプールの破片から生まれたら鳥獣のようだぜ。さらに、ウルトラマン Z で逆演した際のエースは、どんな生き物でも、攻撃を受ければ痛みを感じ、恐怖を覚え、隙が生まれる。だが、鳥獣はそんなものは感じない、って言ってるんだぜ。めちゃくちゃ怖いわね。ということは、動きが完全に止まるまで攻撃を続ける必要があるってこと？つまりそういうことだな。ただこの設定が、これまでの作品に登場した全ての鳥獣に当てはまるとすると、若干矛盾が生じてくるんだ。特撮あるあるだが、おそらくヤプールの怨念から発生している鳥獣にのみ当てはまるものと考えられるんだぜ。だとしても、チート級の設定ね。そうなんだ。一応、攻撃を受けて苦しんだり、怯えた反応をしたりする鳥獣はいるんだが、バグや改造前の感覚が蘇るなどと解釈する意見もあるそうなんだぜ。もはや視聴者が解釈を合わせに行く世界なのね。前置きが長くなったが、まずは、ミサイル怪獣ベロクロンを紹介していくぜ。ウルトラマンエース第1話、輝けウルトラ5兄弟に登場してるんだぜ。ベロクロンは記念すべき鳥獣シリーズ第1号ってことかしら？そうだ、ヤプールの鳥獣製造機で宇宙怪獣とサンゴが合体した地球侵略用鳥獣だぜ。これサンゴと合体してるのね。こいつは、どんな攻撃をするの？ベロクロンの攻撃技は、手から金縛り光線を放ち敵の動きを止めるテリブルハンドリングや、爪型の光弾テリブルスラッシュ、口からは1億度の火炎を吐くんだ。そして、全身のサンゴ風突起物はミサイル、ロケット弾の発射口になっていて、口の中にも2連装のミサイルランチャーを装備しているんだぜ。改造されただけあってゴリゴリの重装備ね。サンゴじゃなくていろんな武器と融合した感じよね。ベロクロンは出現した広島県福山市で地球防衛軍の戦闘機体を全滅させたんだ。しかし、北斗星司がタンクローリーで特攻したことで、ダメージを受けて異次元に一度撤退したんだぜ。戦闘機は全滅させたのに、足元で大爆発した方は大ダメージだったのね。タンクローリーの爆発はエースが力を与えてくれなかったらあの世から帰ってこれなかったわね。その後、東京に出現し、また破壊活動を再開するんだ。タックアローにより口の中にミサイルを食らった後一瞬倒したかのように見えたんだが、持ち直してタックアローを撃墜。その後エースが登場して戦闘になったんだぜ。鳥獣だからそんな簡単には倒されないってことね。そうだな。お得意のミサイルを撃つが全く効かず、エースは避けようともしなかったんだぜ。エースすごい、1話から鳥獣相手に強気ね。最初はかなり勢い良かったんだが、ベロクロンが火炎を吐くと一気に形勢逆転。エースをピンチに追い込むんだ。さらに金縛り光線で動きを封じ、手からビームを発射して苦しめエースを追い詰めたんだぜ。エースも火にびっくりしちゃったのね。しかし、口の中にパンチレーザーを食らい、再び形勢逆転。
最後はメタリウム光線を浴びせられ、倒れてブルブルと痙攣してから息絶えたんだぜ。爆発期待してたのに、爆発しなかったのね。そうだよな。これは憶測なんだが、大爆発させれば大惨事になると考えたエースが、爆発しないように倒したと考えられるんだぜ。なるほど。それなら納得が一致、さすがエースね。だよな。ちなみに、ゼロクロンはウルトラマンメビウス、ウルトラギャラクシー大怪獣バトル、大怪獣バトルウルトラアドベンチャー、ウルトラ銀河伝説、映画ウルトラマンサーガ、ウルトラマン銀河 S、ウルトラファイトビクトリー、ウルトラマンオーブ、オリジンサーガ、大怪獣ラッシュに登場しているんだぜ。いっぱい出てるわね。改造されてパワーアップしたりしてるから、気になった人は見てくれよな。これだけ多いなら、またこれらの活躍も紹介したいわね。次は、古代鳥獣カメレキングを紹介していくぜ。ウルトラマンエース第2は、大鳥獣を超えてユケに登場してるんだぜ。こいつは、何と合体してるの？紀元前12世紀にアトランティス大陸を滅ぼしたと言われている伝説の巨大生物を、ヤプールが宇宙翼竜の金の卵と、古代のカメレオンの銀の卵を組み合わせることで、再現させた鳥獣なんだぜ。なるほど。つまり爬虫類の組み合わせなのね。かなりざっくりだな。ちなみにこいつは卵の状態で人間を捕食することが可能で、卵状態の時はミサイルで攻撃を与えることはできないんだ。卵の状態で人間を捕食って、卵の時から食欲旺盛すぎないかしら。そうだな。卵の時は擬態することが可能で、初期の状態では2つの卵の状態で登場したんだ。銀の卵がビルを破壊することで、落ちてきた金の卵と合体し誕生した卵をビッグレーザー 5O で退治しようとしたが、失敗してしまいカメレキングは誕生してしまうんだぜ。おお、カメレオンらしいところが一つはあったのね。翼もついてるってことは、飛行も可能なの？可能だぜ。ちなみに、翼はカッター状になっていてかなり鋭いんだ。口からはガスが発射され、翼から放たれる風速70メートルの突風が武器になってるんだぜ。1体目のゼロクロンの方が強そうに見えちゃうわね。それはどうだろうな。もしかして強いの？実は、エースとの戦いでは、翼をもぎ取られて弱ったところをメタリウム光線を受けて粉々に吹き飛んじゃったんだぜ。去年1日だった。弱いんかーい。古代鳥獣という名にしては、誕生日で命日、古代という名が悲しんでいるぜ。さすがに、かわいそうというか、なんというか。ちなみに、作中にはないが下は30メートルまで伸び、腹部のトゲは鋭いカッター、鼻から生え立つのはドリルになっているという設定があったんだぜ。その設定見たかったわね。ちょっと戦闘シーンの尺が足りなかったのかしら。激戦、見てみたかったぜ。次は、一角鳥獣バキシムを紹介していくぜ。ウルトラマンエース第3話、燃えろ、鳥獣地獄に登場してるんだぜ。バキシムは私でも聞いたことあるわ。鳥獣の中でも、かなりの人気と知名度を誇るからな。それに再登場の回数も多いんだぜ。私が初めて見たのはメビウスだから再登場になるのね。ウルトラマンメビウス、ウルトラギャラクシー大怪獣バトルネバーエンディングオデッセイ、ウルトラ銀河伝説、大怪獣バトルウルトラアドベンチャー、ウルトラ銀河 S、ウルトラファイトビクトリー、ウルトラマンオーブ、オリジンサーガ、ウルトラマン超投資劇伝に登場してるんだ。その他、ゲームにも登場してるんだぜ。確かにいっぱい出てるわね。気になった人は、コスチもチェックしてみてね。バキシムの由来は、イメージコンセプトの牙の生えた芋虫、牙虫、虫牙で逆から読んで、バキシムになったんだぜ。芋虫がモチーフなのね。バキシムは芋虫と何が合体した鳥獣なの？そうだ。芋虫と宇宙怪獣が合体した鳥獣なんだぜ。バキシムは武器あるのかしら？芋虫ってむにゃむにゃして何もできないイメージなんだけど。武器はちゃんとあるんだぜ。腕からは7万度の火炎や連射式ロケット弾、頭の角は誘導ミサイルを発射するんだぜ。さらに最大の特徴は、出現する際に、空を割って現れるという能力。割れた空の異次元から現実世界へ侵入してくるんだぜ。ってことは、急に姿を隠したりもできるってこと？そうだ。異次元へ繋がる空を元通りにすることも可能なんだ。しかし、この能力自体は他の鳥獣も使用していて、鳥獣に与えられた能力として考えられているんだぜ。だが、最初に空を割ったのはバキシムで、視聴者にはかなりのインパクトを与えたんだ。それは、驚くしかないわよね。だって空を割っちゃうんだもん。また、鳥獣にしては珍しく人間に化ける能力を持っていて、言葉を話す知性もあるんだぜ。人間にも化けられちゃうのね。
芋虫にしてはやるわね。この芋虫ちゃんはどんな活躍をしたの？芋虫ちゃんはやめてあげてほしいんだぜ。バキシムは中森司郎に化け、彼の親戚の家に身を潜めながら、破壊活動をしていたんだ。身を潜めていた老夫婦や住民を殺害して、ウルトラシリーズ有数の名台詞、子供の心が純真だと思うのは人間だけだ、と吐いているんだぜ。このシーンはかなりの視聴者にトラウマを与えただろうな。残酷なワードね。何の罪もない老夫婦でしょ？怖いわ。その後、富士山を背景にしたタック本部での戦闘シーンも名シーンで、優れたデザインやトラウマシーンなどこれらの要素が相まって、バキシムの印象を強めているんだぜ。また、3話目にして事実上タックの最高戦力である着陸していたタックファルコンを破壊し、本部にあと一歩のところまで迫るという快挙を成し遂げているんだ。なるほど。バキシムが人気を誇る理由もわかるわね。エースとの戦闘では火炎放射などを使いエース相手に善戦するものの、攻撃はことごとく防がれてしまい、最後はウルトラスラッシュの前に敗北。切断技で倒された初の鳥獣で、ウルトラマンエースの切断魔としての覚醒要因となったんだぜ。攻撃では叶わなかったってことね。残念。次は、怪魚鳥獣ガランを紹介していくぜ。ウルトラマンエース第4話、3億年鳥獣出現に登場してるんだぜ。こいつは何と合体したの？古生代デボン紀4億1600万年前から3億5920万年前に生きていた古代魚を鳥獣化させたものなんだぜ。ちなみに古代魚は大内川上流の石灰岩の中から見つかったもので、タックが護送中だったところを強奪してきたものなんだぜ。4億1600万年前って前すぎてもう全然わからないわ。恐竜のような魚のようなイメージの古代魚かしらね。もちろん、水中のみの活動範囲じゃないわよね。水陸両用だぜ。水中を300ノットの猛スピードで泳ぎ、シスコの一撃はダンプカー1000台分に相当するんだ。肉食系の鳥獣で、毒ガスも摂取するんだぜ。毒ガスを摂取？吐くならわかるけど、口からも吐けるぜ。口から吐くのはガランガスで、触れたものを分解して吸収する力を持つんだ。ガランガスを放つために毒ガスを好んで食べる習性があって、体内でこれらをガランガスに変えて口から放つんだぜ。なるほど。攻撃するガスのために毒ガス食べちゃうのね。好きで食べてるならいいんだけど。そうだな。さらに、角からテレパシー光波を発射したり、発光させることで対象を操ることもできるんだ。タックが操縦している戦闘機や武器を撃てないようにしたりと、防衛チームキラーと呼ぶにふさわしい鳥獣なんだぜ。加えて月中においてはバキシム同様に空を割って出現する能力が使えるんだぜ。出た、空を割るやつ。これってちょっとせこいわよね。使えるなら私も使ってみたい。異次元へ逃げたい時だってあるし、逃げずに向き合うことこそが大事だぞ。ちなみに、エースとの戦いでは怪奇漫画家、栗虫太郎の描く絵の通り動き回ったりと、ガランがダメージを受けると栗もダメージを受ける一心同体なんだぜ。だから、栗の利き腕でもある右手をエースのタイマーショットで焼き切られると、何もできずに倒れてしまい、そのままパンチレーザーを浴びせられて全身が燃え上がってしまい、最後にはメタリウム光線を受けて大爆発したんだぜ。一心同体ってすごい設定ね。最後には漫画家ならではの利き腕が弱点になるとは、珍しい終わり方だよな。でも面白い。今回は、鳥獣パート1を紹介したぜ。鳥獣というカテゴリーでまとめてみるとかなり面白いわね。鳥獣検定作って鳥獣博士になりたいくらいだわ。そうだな。何より怪獣のもうワンランク上ということが興味をそそるんだぜ。その割にパート1ではサンゴ、カメレオン、芋虫、古代魚だったけど、死に際もあっさり気味。そこは演出の都合ね。早く他の鳥獣ももっと紹介して、待ちきれないわ。またパート2を楽しみにしててくれ。その定型文やめてこれからもウルトラマンについて色々と解説していくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。